先週のトピックスを解説する週刊トマト。今回は先週株価が 49% 上がったコンテナ会社のジムの上昇の理由について解説するね。さあ、ついに始まりましたね。週刊トマト。私、トマトちゃん一人で解説するね。記念すべき第1回のトピックスはジム。5回も言ってしまったよ。今回は文句なしでこれよね。時価総額1ビリオンダラー以上の銘柄で先週週間パフォーマンス1位で 49% も上昇したよ。今週は初日が元旦で休みで4日しかなかったけど4日連続陽線で文句なしだったね。まずはいきなりジムの上昇の理由から見ていくよ。上昇理由はいろいろあるけど主要な2つを挙げるよ。1つ目の理由は年末に航海を通過しようとしていたマースク社のコンテナ船が襲われたの。その後マースク社は迂回の方針に変更したよ。それによりコンテナ船の迂回が決定的になったことがあるの。2つ目の理由はショート比率が高く踏み上げ相場になっていることもあるの。この動画ではこれらの理由について詳しく説明していくよ。まずはジムはどういう会社か説明するよ。1945年創業の会社で、もともとはユダヤ人をイスラエルへ輸送する輸送船から始まっているの。1960年代末期に旅客輸送から貨物輸送船業へ変わっていったよ。当初は半官半民だったが2004年に民営化されたの。事業としてはコンテナ船のオペレーターだよ。コンテナ船のオーナーから船を借りて貨物輸送したい人の貨物を預かって輸送するよ。2021年にニューヨーク証券取引所に上場したよ。当時はコロナによりネット系企業の最盛期の中でコンテナという地味な事業に見えたのよね。ところがコンテナ運賃バブルとともに初値 11.5 ドルから1年2ヶ月後に高値 91.23 ドルまで行き、多くの投資家を熱狂させた銘柄になったわ。その後コンテナバブル崩壊とともに2023年 6.39 ドルまで落ちて今に至るよ。配当もたくさん出す会社で2022年は年間で 27.55 ドルの配当を出したよ。次にお船の種類について復習するよ。大きくはタンカー、バルク船、コンテナ船があるよ。タンカーは原油や石油製品を運ぶよ。バルク船は鉄鉱石や石炭、穀物などを運ぶよ。コンテナ船は日用品、工業製品、精密機器などを運ぶよ。ジムはコンテナ船の会社だね。次に航海問題について簡単に説明するね。イエメンのフーシ派が航海を通行するコンテナ船やタンカーをドローンやミサイルなどで攻撃しているの。これはガザ侵攻を行うイスラエルに対する対抗措置として行われているの。詳しくは関連のニュースを見てね。この航海からスエズ運河にかけての物流はアジアから地中海、欧州、北米東海岸に向かう物流の重要拠点なの。ここが通れない場合はアフリカ南の喜望峰経由の迂回をするしかないの。海上コンテナ輸送の約 10% がこの航海経由と言われていて、ここが通れないことはインパクトが大きいの。迂回した場合はそれだけ長くコンテナ船を使う必要があり、輸送費用が高くなり、コンテナ会社の売上の向上につながるの。それもこれは航海ルートだけの問題ではないの。喜望峰の迂回をすることでこの路線により多くのコンテナ船が必要となるの。すると他の路線にいたコンテナがこの路線で運航するようになるの。そうなると世界全体的にコンテナ船が不足し始めて、他の路線での運賃の上昇も予想されるの。航海問題のコンテナ会社への影響が分かったところで、
次にこれまでのジムの株価の動きと公開関連イベントについて見ていくよ。これがジムの株価の動きとこれまで一連の公開イベントの流れよ。11月ぐらいから風刺派の攻撃が始まり、この問題は浮上していたわ。ただ、株式市場はそこまで深刻に見ていなかったわ。大きく動き出したのは、12月13日から15日の6隻の船が攻撃されたあたりからよ。特に12月15日はコンテナだけでなくタンカーも大幅高になったよ。12月16日に大手コンテナ会社であるマースクなどが公開運航を停止したわ。それに引き続いて12月18日に多くの主要な運航会社が公開通過を停止したよ。その後12月20日に米国を中心にプロスペリティガーディアン作戦という連合艦隊を立ち上げて航海をパトロールすることが示されたの。そこから連合艦隊がついたことでマースクが一転、12月25日に航海の運航を再開するということが伝えられ、一旦株価は調整したよ。そして大晦日31分の12にマースクが航海を通過しようとしたところ、風刺派のボートに襲われたの。米軍のヘリコプターに救われて船員も船も無事だったけど、プロスペリティガーディアン作戦があっても航海が安全でないことがはっきりとしたよ。それに伴い一番強行していたマースクも迂回を決定し、多くのコンテナ船で迂回が決定的になったわ。これが先週株価が上昇した理由の1つ目ね。2つ目の理由のショート比率について見ていくわ。ジムは2023年12月14日現在のデータでは、不動株に対するショート比率は 24.2% とかなり高いよ。不動株とは市場で取引されている株のことだよ。取引されている株の4分の1がショートされており、いつか買い戻す必要があるものだよ。このような大量にショートされている株は、何かの理由で株価の上昇圧力がある場合、意図的に短期筋が株価を上げていき、ショートカバー、買い戻しを起こして、さらに株価を上げるという方法があるわ。ショートスクイーズ、踏み上げと呼ばれる方法よ。まさに、ジムはショートスクイーズが起こっているのよ。ここで、なぜジムがそんなにショートされているのかって思うよね。それには、コンテナのここ数年の歴史を見ていく必要があるよ。コロナのロックダウンにより、2020年前半は経済が低迷したよね。その後、2020年後半には経済活動が動き出し、海上輸送の需要が急激に上がったの。ところが、コロナにより港で働く人が減少し、港でコンテナが放置され、コンテナ不足となったの。これでさらに運賃が上がったよ。海上輸送の主要ルートは中国と米国の路線や中国と欧州の路線で、中国で生産したものを送っていたよ。さらに海上輸送が滞るので、小売店なども品切れになっては困るため、在庫を余計に持とうと思ったよ。そうするとこれまでに多めに発注するようになり、余計に海上輸送が混乱したよ。そのような流れによってコンテナ運賃が2021年まで暴騰したよ。ジムの株価の上昇はこのようなストーリーに支えられていたよ。そこからサプライチェーンの混乱は落ち着いていったよ。さらに過剰在庫となったので、在庫消化のために発注が少なくなって海上輸送が減ったよ。米中関係も冷え込んでいき、中国と米国の間の海上輸送が減ったことも影響しているよ。さらにコンテナ運賃が上がるのを見て、儲けのチャンスだと見てコンテナ船を大量に造船したため、コンテナ船が過剰になり運賃が暴落したよ。ジムは固定契約は多くなく、スポット価格というその時の運賃で契約することが多いため、業績が悪化し株価が暴落したよ。コンテナ船の過剰の解消には長い年月がかかるため、業績回復は構造的に難しいと思われていたの。
だから多くの投資家はジムをショートしてきており、それが高いショート比率となっていたのよ。そこに公開問題という神風が吹き、それも長期化の可能性が高くなってきたので、踏み上げ相場が起こり、先週の奇跡的な上昇となったのよ。さて、今回の週刊と的は皆さん楽しんでもらえたかな？私の画像がいつもと違うって？もちろん視聴者サービスで今後も毎回私の画像は変えていく予定よ。決して動画を作っている人間の趣味ではないよ。毎週作れるかわからないけど、今後も週刊と的や不定期日刊と的をやっていくよ。今後のトピックスも見たいと思ったら、チャンネル登録と評価をしてね。チャンネル登録と評価が私のパワーになるの。それじゃまた次回。バイバイ。